トリートで光と影を追いかけていると、たまにすごく興味深い現象に出くわすことがあります。それが今日のテーマ。今映っている壁、この壁に電柱の影があります。そして右側にも面白い形の影があります。とんがった形が規則的にいくつも上の方まで続いています。この影を利用した写真を撮ってみたいと思っています。こっちの影は短時間にめちゃくちゃ移動する影なんです。まずこの建物の入り口、長方形の入り口と、そしてとんがった形が並んでいる影の位置関係をよく覚えておいてください。今撮り始めたところでまだ影をどう使うか、構造をどうするかも決まっていません。とりあえず人をどこに配置するかで悩んでいます。ただ人を配置するスペースが少し狭いかなと感じています。でも数分後には、ほら、影が移動したこと分かりますか？トゲトゲの影だけ右に移動しています。これ本当に5分ぐらいでこうなりました。でもそれでもまだスペースが狭いかもしれません。影が移動することが分かり、もう少し待てばもっといい状態になるなと確信できました。もっと粘ってみましょう。ちなみにこの近くに置いてある自転車は僕のものではないです。これ言っておかないと、自転車をあんな置き方して写真撮ってるマナーの悪いやつって誤解される恐れがあるので、そこはあらかじめ予防しておきます。はい、今自転車に乗ってきた人を撮りましたけど、これはボツです。自転車は一段下がった車道を通ってたので、全体がシルエットにならずタイヤの部分が切れてしまってます。細かいですけど、待つならこういうところもしっかり決めたいです。さて、そうこうするうちにさっき言った右側の影がさらに移動して中央の光のエリアが広がっています。この辺ではっきりどう撮るかという完成形が見えてきました。撮影開始から20分、ようやく条件に合いそうな一人の男性が通ってくれました。はい、超広角で影を最大限入れて撮りました。人を入れることでスケール感が出ますよね。ビルや影の巨大さがよくわかります。雰囲気的にはちょっとおどろおどろしい感じ、トゲトゲした影が迫ってくるような見方もできます。それは影を主体的に見た場合です。一方で影の部分は何もない空間と見れば光が主体的になります。トゲトゲではなくモコモコです。逆に見てください。モコモコとした模様が見えるはずです。ノートを雑にビリッと破った時の切れ端のような形が見えるかもしれません。一つの写真に二つの見方、なかなか良い写真が撮れたのではないかと思います。以前なぜモノクロなのかの回で話したルビンの壺に通ずる話ですね。今回の動画のポイントは3つ。1つは都市部ならではの巨大な影、建築物の影を利用して写真を撮ってみたということです。2つ目はその影を投影できるシンプルな壁の存在が鍵になっているということです。これに気づいた人は鋭いです。街で見つけたシンプルな壁は貴重です。定期的に見回りして良い光や良い影が入っていないかチェックしてみましょう。3つ目は最後に出来上がる写真。影を単なる影として撮るのではなく、何かストーリーを想起させるようなもの、
または写真に別の見方を与えるようなものとして撮れれば、写真がもうワンランクアップするはずです。今日は移動する影を見つけて撮る動画でした。それではまた。